年を取ってから人に嫌われる理由は、性格ではない。たった3つの行動だ。少し聞いてほしい。ある男の話をしよう。彼は長年、会社のために働き続けた。部下を育て、プロジェクトを成功させ、定年まで誰よりも真剣に仕事と向き合ってきた。職場で破産がいてくれるから安心だと言われ続けた。それが彼の誇りだった。しかし定年退職した翌年、何かが変わり始めた。息子夫婦が遊びに来る回数が減った。近所の集まりに顔を出しても、昔ほど話しかけられなくなった。長年の友人と久しぶりに飲んだとき、なぜか情の空気が重くなる瞬間があった。妻が最近、自分の言葉に静かにため息をつくようになった。彼には心当たりがなかった。自分は何も変わっていないと思っていた。それが問題だった。私はアリストテレス。紀元前4世紀に生き、人間の本質を生涯かけて観察し続けた哲学者だ。私はかつてこう言った。人は習慣によって作られる。卓越性は行為ではなく、習慣だと。これは若者への言葉だけではない。むしろ、年を重ねた者にこそ深く刺さる言葉だ。なぜなら人は年を取るほど、自分の習慣に気づかなくなるからだ。今日、私が伝えたいのは批判ではない。裁きでもない。ただ静かに、人間の本質を映す鏡を見せたい。年を取るほど人が見苦しくなる3つの行動がある。それを知るだけで、あなたの残りの人生は確かに変わる。本編1つ目の行動。過去の自分を売り続ける人間。1つ目は、過去を武器に語り続ける行動だ。定年後の同窓会を想像してほしい。久しぶりに顔を合わせた友人たち。テーブルを囲んで話が始まる。最初の数分は楽しい。だが、そのうち一人が語り始める。俺が部長だった頃は私が現役の時は、こんなやり方はしなかったあの時代が一番良かった。周りの表情が少しずつ変わるのを、その人だけが気づかない。私はこの人間の習性を何千年も前から知っていた。人は自分が最も輝いていた時代に、魂がとどまろうとする。それは自然な感情だ。否定しない。だが問題は、その過去が今の自分の代わりになってしまう時だ。私の哲学にエンテレケイアという概念がある。少し難しい言葉だが、簡単に言えば今この瞬間に、自分の可能性を生きることだ。木の血は土の中で芽吹く。それが木の本質だ。しかし、もし種が私はかつてこんなに立派な実をつけたと言い続けて、今日の土に根を張ることを忘れたら、それはもはや種ではなく、ただの抜け殻だ。人間も同じだ。過去の実績は、確かに美しい。誰も否定しない。だが過去は、今日の自分を生きるための燃料にはなっても、今日の自分そのものにはなれない。現実の場面を見てみよう。町内会の集まりで、ある元管理職の男性が口を開くたびに俺の時代はこうだったという話になる。若い世帯の人たちは最初は礼儀正しく聞いている。しかし回を重ねるごとに、その男性が来ると席が少しずつ遠くなる。男性は最近の若者は礼儀がないと思う。だが実際は違う。人は話す内容ではなく、話す姿勢で相手を判断する。あの人の話は、自分のことしかないと感じさせた瞬間、人は静かに離れていく。私はあなたに問いたい。今のあなたは、過去の自分を守っているのか、それとも今日の自分を生きているのか。老後の品格とは、過去を誇ることではない。今この瞬間に、自分の可能性を静かに生き続けることだ。
本編二つ目の行動。怒りを知恵だと信じている人間。二つ目は、感情的に正しさを主張する行動だ。これは非常に繊細な話だ。だから丁寧に伝えたい。年を取ると、経験が積み重なる。人生のさまざまな場面を乗り越えてきた。その経験は本物だ。だからこそ、間違っていることを見たとき、強い感情が湧く。なぜそんなことがわからないのか。昔はそんなことはなかった。それは絶対に違うという怒りだ。問題は、その怒りが正しいかどうかではない。怒りの表現が、相手に何を伝えるかだ。私はかつて怒ることは誰でもできる。しかし正しい人に、正しい程度に、正しい時に、正しい目的のために、正しい方法で怒ることを。これは誰にでもできることではなく、容易でもないと言った。これは私の哲学の中でも、最も現実的な言葉だと思っている。人間には中庸という知恵がある。中庸とはちょうどいいということだ。勇気の中庸は、無謀でも臆病でもない。そして怒りの中庸は、感情を抑圧することでも、ぶつけることでもない。適切に、適切な場で、適切な強さで、言葉にすることだ。しかし年を取ると、この中庸が崩れやすくなる。なぜか。長い経験が自分の感覚が正しいという確信を強くするからだ。確信は時に、地位を怒りに変える。現実の場面を見てみよう。家族で食事をしている。息子が会社の愚痴を話す。父親には経験がある。すぐに答えが見える。だから言う。そんなこともわからないのか。俺の時代はそんな甘えは通らなかった。だからお前はいつまでも息子は黙る。妻は話題を変える。その場は静かになる。父親は正しいことを言ったと思う。息子はまた始まったと思う。これが問題だ。正しさは怒りで届けると届かなくなる。相手は内容ではなく感情を受け取るからだ。人間の魂は威圧には閉じる。静かな強さには開く。私が言う徳のある人間とは感情がない人間ではない。感情を適切にコントロールできる人間だ。これは弱さではない。これこそが本当の強さだ。怒りを知恵と混同したとき、人は見苦しくなる。あなたが持っている経験と知識は本物だ。だからこそ、それを静かに届けることができるはずだ。恋を荒げる必要はない。静かな言葉の方が深く届く。本編三つ目の行動。感謝を受け取ることをやめた人間。三つ目は、最も見落とされがちな行動だ。それは感謝を受け取れない行動だ。少し意外に思うかもしれない。見苦しい行動というと、傲慢さや怒りを想像する。しかし私が長年人間を観察してきて気づいたのは、年を取るほど人は受け取ることが苦手になるということだ。どういうことか。孫がおじいちゃん、ありがとうと言う。いや、そんな大したことじゃないと返す。妻が今日の料理、おいしかったよと言う。別に普通だと返す。友人がいつも助かってると言う。俺は何もしてないよと返す。これは謙虚なのか。違う。これは受け取ることの拒否だ。私の哲学では、人間関係は与えると受け取るの両方があって初めて成り立つと考えた。片方だけでは、関係は消耗する。与え続けて、受け取ることを拒否し続ける人間は、知らないうちに相手からこの人に何かをしても意味がないと思わせてしまう。なぜ年を取ると受け取れなくなるのか。それには理由がある。長く生きるほど、人は自分が役に立たなければいけないという感覚を強く持つようになる。仕事を離れた後、
子供が独立した後、社会の中での役割が変わったとき、多くの人が自分はもう必要とされていないのではないかという不安を抱える。その不安が、感謝を受け取ることへの抵抗になる。感謝されるほど何もしていないという言葉の裏には、自分はまだ価値があるのかという問いが隠れている。これは深い話だ。しかし私はここで静かに言いたい。感謝を受け取ることは弱さではない。感謝を受け取ることは相手への敬意だ。ありがとうと言われたとき、そんなことはないと返すのは、相手の感情を否定することだ。相手が感じた気持ちに、あなたの感覚は違うと告げることになる。ありがとうという言葉にはあなたがそう感じてくれてよかったと返すことが、人間関係を温める。現実の場面を見てみよう。定年後、妻と2人の生活になった夫がいる。ある日妻が一緒にいてくれてよかったという。夫は照れて何言ってるんだ、バカなことをと笑い飛ばす。妻はそれ以降、同じ言葉を言わなくなる。夫は何も悪いことをしていない。ただ、受け取らなかっただけだ。しかしその受け取らないという習慣が、静かに人間関係を冷やしていく。孤独に陥る老後の多くは、与えられなかったことが原因ではない。受け取れなかったことが原因だ。私が言う友愛とは、ただ相手を助けることではない。相手の気持ちをきちんと受け取る力も含まれる。それが人間関係を本物にする。ここで少し立ち止まって、なぜこの3つの行動が人の品格を下げるのかを、私の哲学から説明したい。私は徳という概念を人生の中心に置いた。徳とは何か特別な才能ではない。日々の行動の積み重ねで形成されるものだ。人間は良い行動を繰り返すことで、良い人間になる。逆もまた真実だ。悪い習慣を繰り返すことで、人は気づかぬうちに悪い方向へ向かう。過去を売り続ける習慣は、今を生きる力を奪う。怒りを知恵と混同する習慣は、人とのつながりを断ち切る。感謝を受け取れない習慣は、人間関係を一方通行にする。この3つに共通していることは何か。いずれも今、目の前にいる人間を見えなくさせるということだ。過去を語るとき、人は目の前の人ではなく過去を見ている。怒りをぶつけるとき、人は相手ではなく自分の正しさを見ている。感謝を拒否するとき、人は相手の気持ちではなく自分の自己評価を見ている。人間の魂は、自分に向かっているとき、他者から離れる。私はかつて言った。人間は本来、社会的動物であると。これは単に集団で生きるという意味ではない。人間は他者との関係の中でしか、本当の自分を生きられないという意味だ。孤立は人間の本質に反する。しかし多くの人が、自分の習慣によって、気づかないうちに孤立へと向かっていく。老後の孤独は、突然訪れるものではない。長年の小さな習慣が積み重なった結果だ。ここで私は、あなたに問いたい。あなたの周りにいる人たちは、今どんな気持ちであなたと話しているか。あなたの言葉を楽しみにしているか。それとも、少し構えているか。これは攻撃ではない。ただの静かな問いだ。人は自分の習慣に気づかない。それは当然だ。習慣とはそういうものだ。毎日使う道具が見えなくなるように、毎日使う思考や行動パターンも見えなくなる。だからこそ、時に立ち止まって自分を見ることが必要だ。私はプラトンの弟子だった。そしてアレクサンダー大王の師でもあった。長い人生の中で、多くの人間を見てきた。そして私が気づいたのは、年を重ねても輝き続ける人間には、
共通点があるということだ。その共通点とは何か。自分を固定しないということだ。自分はこういう人間だという鎧を着込まない。新しい場面で、新しい自分の可能性を静かに試し続ける。それだけだ。それだけで、人は年をとっても品格を保つことができる。人生の最後に、人は何を後悔するのか。多くの人が後悔するのは、もっと大きな成功をしたかったではない。もっと素直に生きればよかった。もっと正直に感謝を伝えればよかった。もっと目の前の人を大切にすればよかったという後悔だ。私は哲学者として長く生きた。そして確信している。人間の幸福は、財産でも名誉でも権力でもない。よく生きることだ。よく生きるとは、徳をもって、今この瞬間に、目の前の人間と誠実に向き合うことだ。過去を手放すことは、過去を否定することではない。今日に生きるためだ。怒りを鎮めることは、自分を殺すことではない。より深く届けるためだ。感謝を受け取ることは、弱くなることではない。関係を本物にするためだ。この3つを意識するだけで、あなたの周りの景色は変わる。息子の表情が変わる。妻の声のトーンが変わる。孫が近くに来る。友人との時間が温かくなる。人間関係は変えられる。何歳からでも。私はそれを信じている。なぜなら人間の魂にはいつでも変わる力が宿っているからだ。年齢は関係ない。習慣を変える意志があれば、人間はいつでも新しい自分になれる。今日、あなたがこの動画を最後まで見たということは、あなたの中に変わりたいという魂の声があるということだ。その声を大切にしてほしい。過去のあなたが、今日のあなたを定義しない。今日のあなたの行動が、これからのあなたを作る。私はアリストテレス。2400年前に生き、今もあなたの隣で静かに語り続けている。老後の品格とは、静かに、今日を誠実に生きることだ。それだけで、あなたは十分に美しい。